アフリカのサバンナに住む子あるべき巨人、ケープバッファロー。南アフリカの草原に夜明けが訪れた。最初の陽光がまだ夜露を乾かぬうちに、地面が揺れ始める。遠くから土煙が立ち上がり、この地で最も力強い生き物の一つの出現を告げる。ライオンでもゾウでもない、アフリカ最大かつ最も危険な野生のバッファロー、ケープバッファローだ。彼らは群れをなしてゆっくりと、しかし力強く歩む。数百頭の群れが密集した黒い塊を形成し、まるで地表を吹き荒れるくすぶる嵐のように、休むことなく動き続ける。湾曲した角は中央で融合し、天然のヘルメットを形成し、この動物の紛れもない象徴となっている。ケープバッファローは咆哮もせず、狩りもしない。しかし、最も獰猛な捕食者でさえも、ケープバッファローを執着の対象としている。アフリカでは、怒り狂ったバッファローほど危険なものはありません。ケープバッファローは南部バッファローとも呼ばれ、アフリカ水牛科の中で最大かつ最も獰猛な亜種です。体重は最大 900kg、体長は3メートルを超え、ナリ牛と同じくらいの高さになります。小さな目、厚い黒い毛皮、そしてまるで動く壁のように頑丈な体格をしています。最も目立つ特徴は、最大1メートルにも及ぶ巨大な角です。角は両側に湾曲し、額の中央で束ねられ、ボスと呼ばれる厚い装甲を形成しています。これは武器であるだけでなく、敵や群れ内の争いに対抗するための生物学的な盾でもあります。ケープバッファローは草食動物ですが、非常に予測不可能な性格をしています。普段は温厚で静かに草を汲んでいますが、危険を感じると抑えきれないほどの怒りで反応します。アフリカ水牛の一撃はライオンの骨を砕くこともあり、追いかけられた場合、捕食者が生きて戻ってくることは稀です。アフリカ水牛は数百頭にも及ぶ群れで生活し、危険な野生下では効果的な生存戦略となっています。大きな群れはメスとその子牛で構成され、成熟したオスはしばしば小さな群れを作ったり、単独で生活したりします。それぞれの群れは秩序正しく、水源や良い牧草地への道を熟知し、遠くから危険を察知できる経験豊富なメスが率いています。危険にさらされると、群れは集まり、子牛を中央に、年長の個体を角を槍のように外側に向けて防御のエンジンを形成します。アフリカ水牛は驚くべき記憶力を持っています。
人間を含む過去の襲撃者を記憶し、復讐のために待ち伏せ攻撃を仕掛ける準備ができています。一見動きの鈍いこのバッファローの恐ろしいほどの知性を過小評価したために、多くのハンターが命を落としています。セレンゲティの草原の夕暮れ時、地平線まで続く黄金色の草に太陽が最後の光を放っている。かすかな風が土と汗の匂いを運び、前進するバッファローのたてがみを伝う。50頭を超えるアフリカ水牛の群れが、生死が一息で隔てられる残された水面へと静かに進んでいく。遠くにはライオンの群れが待ち構えていた。腰ほどの高さの草むらに6頭のメスが隠れ、影のように地面に溶け込んでいる。目は瞬きせず、鼻は張り詰めている。午後の風が彼女たちに吹きつける。完璧な風だ。今日が勝負の日だと分かっている。バッファローたちはにも異常を感じていない。大人のバッファローは先頭に立ち、警戒している。しかし、群れの真ん中には若いバッファローがいた。小さく、弱踊り自粛、そして動きが鈍い。昨日の雨で泥の上に立つことを覚えたばかりで、数メートル後退していた。たった一度のミスでライオンの運命は決まった。ライオンたちは満足そうに端へと退いた。食事の準備は整っていた。黄金色のたてがみが薄れゆく光の中で輝いていた。バッファローの群れは立ち止まっていた。吠えることも走ることもなかった。ただ静かに動かないその体を見つめていた。母バッファローは子バッファローに近づき、最後にもう一度命を吹き込むかのように子バッファローの方を舐めた。しかし草原は止まらなかった。ここでの死は終わりではなく、終わりのない輪廻の一部だった。夜が訪れ、月が昇り、子バッファローの体は露に覆われ、バッファローの群れは
セレンゲティの草原に夜明けが訪れた。柔らかな早朝の日差しが地面を金色に染めたが、草が踏み荒らされた何もない空間の真ん中には、まだ血の跡が残っていた。昨日の狩りの残影はまだ薄れていなかった。魚の匂い、土の匂い、終わりの匂い、すべてがまだ耕された草の上に残っていた。母バッファローはここに立ち尽くしていた。吠えもせず、頭も振り返らなかった。しかし、その目は子バッファローが倒れた場所から離さなかった。他のバッファローたちは、本能に促されて草を探し、水を飲みに動き続けていた。しかし、母バッファローにとっては、時間がその瞬間にとどまっているようだった。野原の真ん中に佇む石像のように、孤独で静まり返っていた。そしてついに、誰も呼ぶことも、強いることもなく、母バッファローもまた顔を背けた。歩みは遅くなったが、それでも歩き続けた。野生の世界では感情にとらわれる余地はなく、次に群れを守れるのは生き残った者だけだと、母バッファローは知っていたからだ。狩りの後、アフリカ水牛の群れは様変わりした。メスたちはより警戒心が強くなり、子バッファローが群れから遠く離れすぎないようにした。若いオスたちは、メスたちに守る責任を委ねるのではなく、群れの端を動き始めた。角は単なる飾りではなく、今や常に戦う準備ができていた。遠くにライオンの影を見つけると、群れは逃げる代わりに頭を高く上げ、警告のように一拍ごとに低く方向した。もはやパニックは消え、冷酷さと緻密さ、そして団結だけが残った。それは自然の教えだった。痛みは倒れることではなく、より恐ろしくなることなのだ。太陽が大地を焦がすとき、それはまた、大人のバッファローが群れから離れ、戦いの季節を迎える時でもあった。彼らはただあてもなくさまよっているのではない。彼らは機会を伺い、対戦相手を探しているのだ。サバンナの真ん中、乾燥してひび割れた大地が、突如闘技場と化した。体重が1トン近くもある2頭の王子が、互いに向き合った。方向も地もなかった。ただ弓を引く音が響き、そして雷鳴のような衝突が起こった。鋼鉄のように硬い角がぶつかり合い、砂ぼこりを巻き上げた。血痕一つ一つが、まるで地震のようだった。弱い者は、容赦なく排除されます。勝者は縄張りを保持するだけでなく、メスの群れへのアクセスも得ます。アフリカ水牛の世界では、最も強い者だけが遺伝子を次世代に残すことができます。これは、世代を超えて強い者を守るための自然の摂理です。勝利した王子はメスの群れに近づくと、メスの発情期を待ちます。
交尾は寒気の灼熱の太陽の下、広々とした草原で行われます。大木した王子が再び攻撃を仕掛けてくる可能性があるため、警告のうなり声を上げることもあります。交尾後、メスは約11ヶ月間妊娠し、翌雨季の終わり、つまり食料が最も豊富な時期に子牛が生まれます。この偶然は単なる偶然ではなく、自然がプログラムした完璧な生存戦略です。子牛は最も生存しやすい時期に生まれるのです。寒気は厳しいだけでなく、流動性も高いのです。乾燥した草原が徐々に広がり、バッファローの群れは長い旅を強いられる。彼らは小川を進む。目牛と若いバッファローは中央、王子は外側を進み、枯れ草の海の真ん中に生きた小川を形成する。その道中では、多くの老衰した個体が疲労で倒れたり、狩られたりする。群れについていくことができず、自然を浄化し、強いものを残し、弱いものを排除できない若い個体は、取り残されるかもしれない。それが残酷な真実だ。移動の一歩一歩が旅なのだ。しかし、その先に待っているのは命だ。緑の草、残された水、一時的な安全。そして群れは止まることなく、ためらうことなく進み続ける。なぜなら、動ける一日一日が、生きられる一日だからだ。夕方の熱気が炎の毛布のように地面に降り注ぐ。地平線まで続くセレンゲティの草原をアフリカ水牛の群れは黄金色の夕焼けの中、静かに移動する。乾いた土ともつれた草の上に重々しい足跡が一つ一つ深く地面に刻まれている。それは獰猛な自然の中で粘り強く妥協を許さない生き方の証だ。このバッファローの群れは100頭近くからなり、組織化され、戦術的に、そして見事なほどに結束力の強い集団だった。群れの中央には、幼く、小さく、か弱い動物たちが、大人の動物たちにしっかりと取り囲まれていた。群れの一歩一歩が、生き残りの行進だった。しかし、遠くから見ると、背の高い草とまばらな茂みの間に、6頭のメスライオンのシルエットが、静かな暗い筋のように見えた。メスライオンたちはじっと横たわり、見守り、待ち構えていた。腹は平らで、陽光に目を細め、すべての筋肉は、時が来ればすぐに切れそうなロープのようだった。彼らは2時間以上もこの群れを追いかけ、ついに距離が十分に近づいた。標的はゆっくりと歩いていた若いバッファローだった。以前、軽い怪我をしたことがあるようで、時折足取りが鈍っていた。この世界では、小さな隙間さえも死を意味する。太陽が低い木の端に落ちると、影が長く地面に落ち、先頭のライオンが音もなく立ち上がった。そして突然、突進してきた。
ライオンの群れ全体が草むらから飛び出し、弧を描いてバッファローの群れを三方から取り囲んだ。若いバッファローは驚いて、風に吹かれた草の葉のようなか細い方向を上げ、よろめきながら逃げ出した。一頭のライオンがすぐに後ろ足をつかみ、地面に叩きつけた。残りのライオンたちは、死はほんの数秒の問題だと思い、突進した。しかしその時、地面が揺れた。ライオンの突進ではなく、リーダー格のバッファローの頭突きによるものだった。真っ黒な毛皮と大人の頭頂部ほどもある角を持つ巨大なオスのバッファローが渾身の力を込めて突進し、子ライオンを抱えたライオンに激突した。衝撃はまるで静かな爆発のようだった。ライオンは3メートル以上も吹き飛ばされ、土ぼこりの中を転げ回り、起き上がることもできなかった。バッファローの群れは一斉に振り返り、胸から響く低い方向を上げた。子ライオンの母親と思われるメスのバッファローが、信じられないほどの速さで2頭目のライオンに突進し、隠し立てのない怒りを込めてひづめを踏みつけた。苦痛と無力感に満ちた捕食者の最初の咆哮が響き渡った。他の3頭のバッファローは逃げ出し、追跡を続け、ライオンたちを茂みの端まで追い詰めた。一頭が捕まり、振り返った瞬間、決定的な突撃が始まった。誰も救えなかった。オスのバッファローの鋭く湾曲した角がライオンの胸に突き刺さり、布切れのように持ち上げ、地面に叩きつけた。砂が舞い上がり、草は踏みつぶされた。ライオンは動かなくなり、もはや動かなくなった。残りのライオンたちは振り返らずに逃げ去った。待ち伏せは失敗した。彼らは何も手に入らなかっただけでなく、損失も被った。一頭は草原の真ん中に永遠に取り残され、攻撃するたびに代償を払う覚悟をしなければならなかった。バッファローの群れは追わず、ただ振り返り、輪になって立ち尽くした。傷ついた子牛は、まるで安心させるかのように、母牛に頬を優しく舐められた。赤い血が子牛の薄茶色の毛皮を染めた。それは生き延びた証であり、そして決して壊れることのない絆の証でもあった。夜が明けると、草原は静まり返った。バッファローの群れは静かに、堂々と、そして穏やかに行進を続けていた。まるで先の戦いが、彼らの果てしない生存競争のほんの一部に過ぎないかのように。この荒々しい世界には、英雄も悪役もいない。ただ、戦い、生き、守り、そしてアフリカという灼熱の大地で果てしない旅を続けることを強いられる生き物たちだけがいる。アフリカ水牛は象のように咆哮することも、ライオンのように咆哮することもない。しかし、群れの中の一頭が脅かされると、群れ全体が方向転換する。見捨てることも、逃げることもない。彼らは孤独ではない。おそらくこれが、バッファロー狩りの成功率が他の獲物に比べて常にはるかに低い理由だろう。
ナリ牛の血はライオンの肋骨を折ることもある。バッファローの群れが団結すれば、狩りはハンター自身にとって悲劇へと変わることもある。若いバッファローがよろめくのは目にするかもしれない。しかし、見捨てられることは決してないだろう。傷ついた王子を見るかもしれません。しかし、他の王子たちがその周りに壁を作っているのを見るでしょう。そして、一頭が倒れると、群れ全体がそれを目撃し、記憶に留めます。最も文明化された種である人間は、今でもこのような結束を維持できるでしょうか。小さな一頭を救うためにライオンの群れに突進したアフリカ水牛のように、私たちは今でも互いのために立ち上がることができるでしょうか。アフリカのサバンナの巨人。アフリカの灼熱の太陽の下、地平線まで広がるサバンナでは、野生動物の群れが生きた川のように動き回っています。風が黄色い草の間を吹き抜け、天と地の息吹と絶え間ない生命の音を運んでいた。夜明けの光の下、象の群れが現れ、一歩一歩の足音が太鼓の音のように草原に響き渡った。しなやかな花、堂々とした曲がった牙、穂のような大きな耳など、その特徴のすべてが自然の傑作であり、過酷な土地で生き残るのに最適です。しかし、その威厳の裏には、家族、団結、そして命を守るための絶え間ない戦いの感動的な物語があります。広大なアフリカの空の下、アフリカゾウは巨大でゆっくりとした力強い影として現れ、活気に満ちた生態系の中心となっています。
体重が最大6トンにもなる象は、陸上動物としては最も大きいだけでなく、地球上で最も知的で感情豊かな生き物の一つでもあります。象の体は自然の傑作であり、過酷な生活環境に適応するように完璧に設計されています。彼らの厚い皮膚は、強い日差しから身を守るだけでなく、泥や小川からの水を閉じ込める手話のおかげで、水分を保持するのにも役立ちます。巨大な扇風機のような大きな耳は、遠くの音を聞き取るだけでなく、熱を発散させてサバンナの焼けつくような暑さの中で体温を維持するのにも役立ちます。体幹は4万以上の筋肉を持つユニークな器官であり、欠かせないツールです。それは象が餌をもらったり、水を飲んだり、さらには感情を表現したりするのに役立ちます。鼻を優しく振るのは挨拶のサインである一方、鼻を力強く持ち上げるのは警戒のサインである可能性があります。曲がった牙は防御の武器であると同時に便利な道具でもあり、象はこれを使って枝を折ったり、根を掘り起こしたり、新しい道を切り開いたりします。象の生息地は、広大な草原から深い森林、湿地、さらには不毛の谷まで、多様で豊かです。彼らは生まれながらの遊牧民であり、食料と水を求めて毎日何十キロも旅をします。大人の象は毎日最大 150kg の草、葉、樹皮を食べることができ、生態系のバランスを維持する天然の庭師となっている。しかし、象の役割はそれだけではありません。彼らはサバンナを移動する際に草を踏みつけ、より小型の動物たちのために新しい道を切り開きます。切り倒された大きな木は鳥や昆虫の隠れ家になります。象の糞も種子を含み、土壌に栄養を与え、植物の成長を助けるなど、重要な役割を果たしています。しかし、象の生活はいつも平和なわけではありません。水と食料が不足する乾季には、
象は生き残るために困難な旅を乗り越えなければならないことがよくあります。限られた水資源は種馬だけでなく人間との紛争の中心にもなります。かつては自由に歩き回っていた野生の土地は縮小しており、彼らはますます困難な現実に適応することを余儀なくされている。サバンナの明るい太陽の下、金色の草原が果てしなく広がり、風のリズムに合わせて優しく波打っています。遠くでは象の群れがゆっくりと動いていました。先頭を行くのは母象で、他の小象や大人の象がそれに続き、水と緑の草を探す一歩一歩は重々しくも雄大です。しかし、この平和な雰囲気は今にも崩れ去ろうとしている。近くの低い茂みに隠れて、ライオンの群れが身をかがめ、燃えるような目で象たちを見つめていた。これは普通の狩りではありません。象は大きくて危険で、捕食が難しい獲物です。しかし、空腹が長引いたため、ライオンたちは食事を得るために全てをかけることにしました。ライオンの群れは巣に率いられた7頭の子ライオンで構成されていました。彼らは急いで攻撃するのではなく、静かに観察して弱点を探します。数分待つと、標的が明らかになった。群れから外れた、おそらく数ヶ月齢の赤ちゃん象だ。リーダーからの合図で群れ全体が行動を開始します。彼らは散開し、背の高い草を利用して近づき、多方向から囲みました。象の群れからわずか数十メートルの距離まで近づくと、攻撃の合図となる短い咆哮が鳴り響きました。
厳しい日差しが現場を覆い、ライオンたちは厳しい狩りの後に戦利品を分け始めました。彼らは静かに食事を楽しみ、厳しい世界での生命維持に必要な貴重なエネルギーを補給します。遠くでは、残った象の群れが、まるで損失を分かち合うかのように静かに立っていたが、その後、果てしない草原を越えて旅を続けた。草原の黄金色の光の中で、自然は再び、生命が生き続けるための挑戦と常に絡み合っている、厳しいが必要な生存のサイクルを示しています。サバンナの燃えるような太陽の下、アフリカゾウの群れが長い隊列を組んでゆっくりと移動しています。群れを率いるのは、雄大な曲がった牙を持つ成熟したメスの長老であり、長年家族を率いて守ってきた。彼女の後には、群れの安全に囲まれながら世界を探検する他の大人の象や好奇心旺盛な小象が続きます。象は非常に親密な家族生活を送る動物です。彼らの母性愛は単に本能的なものではなく、深い愛情と犠牲も含まれています。メスの象が出産する直前には、群れ全体が立ち止まり、安全な場所で待機します。他の大人の象、多くの場合は叔母や姉妹が近くにいて、献身的な助産婦として働きます。赤ちゃん象が生まれると、その最初の鳴き声が世界への挨拶として草原に響き渡ります。母象は、長くて柔軟な鼻で小象を優しく支え、立ち上がって最初の一歩を踏み出すよう促します。母親の優しい目が常に我が子を見守り、群れの他のメンバーは周りに立って控えめな保護の輪を形成しています。生後数ヶ月間、小象は完全に母親の乳に依存しています。母象は赤ちゃん象に母乳を与えるだけでなく、鼻の使い方も教えます。これは重要な生活スキルです。最初、赤ちゃん象は水を飲んだり葉っぱを拾ったりするときに不器用でぎこちないです。しかし、母親の忍耐と指導のおかげで、彼は徐々にそれを習得し、花を食べたり、飲んだり、コミュニケーションしたりするための多目的な道具に変えていきました。母象だけでなく、象の群れ全体が協力して赤ちゃん象を育て、守ります。
故障が危険にさらされると、敵がライオン、ハイエナ、その他の脅威であっても、群れ全体が力を合わせて反撃する準備ができています。この団結は、象が過酷な環境で何百万年も生き延びるために重要な役割を果たします。象たちも一緒に幸せなひとときを共有しました。小象は母親の周りを走り回ったり、泥の中で転がったりして遊ぶことが多いのですが、その間、大人の象は忠実な保護者のように近くに立っています。暑い日には、レは川や湖へ向かいます。ここで母象は、鼻で水を吹きかけたり、大きな耳でオーギーであげたりしながら、小象に水浴びの仕方を教えています。太陽が降り注ぐサバンナの真ん中で、2頭のオスの大人の象が向かい合って、緊迫したおののいに備えています。二人ともしばらくじっと立って、鼻を軽く動かし、燃えるような目で互いを見つめていた。突然、一頭が頭を低く下げ、牙をまっすぐに敵に向けて突進しました。象牙がぶつかる音が響き、埃が舞い上がった。二人は鼻を使って互いに絡み合い、激しく引っ張ったり押したりした。その強い突きのたびに地面が揺れた。大きな象は力強い突きで相手を押し返し、優位に立った。ついに、疲れ果てた小さい象は退却し、対戦相手は草原の真ん中に堂々と立って勝利を宣言した。これは象の自然な本能であり、強さと勇気が荒野での彼らの立場を決定します。気候変動、生息地の喪失、違法な狩猟は、象にとって最大の脅威の3つです。水資源が乏しくなる乾季には、象は生き残るために困難な旅を強いられることが多い。象の鼻は自然の脅威であり、内部に4万を超える小さな筋肉を持つ、強力でありながら繊細な器官です。象の鼻は、食べ物を摂取したり水を飲んだりするのに役立つだけでなく、重要なコミュニケーションツールでもあります。優しく愛撫したり、鼻を撫でたりすることは、象がお互いに愛情を示し、
絆を深める方法です。象牙は強さと威厳の象徴である一方、密猟という最大の脅威に直面する原因にもなっている。象は何百万年も前から存在していますが、過去1世紀の間に象牙の乱獲によりその数は大幅に減少しました。赤い太陽がアフリカの地平線上にかかり、きらめく金色の川に反射していた。そこには、静かな水の真ん中に、巨大な生き物が静かに水面から浮かび上がっていた。一見ゆっくりと穏やかに動くカバは、自然界の矛盾を体現した動物です。カバは一日中水に浸かって穏やかに過ごすことができますが、脅かされると、一瞬にして止めることのできない破壊の機械に変身します。これらは川を支配する巨人であるだけでなく、厳しい自然の中での強さと回復力の象徴でもあります。カバは対決したい動物ではありません。体重は最大 1500kg あり、その巨大な体はまるで生物の戦車のようです。カバの皮膚は最大 5cm の厚さがあり、敵の牙から身を守る鎧の層として機能します。彼らの巨大な口は150度まで開き、長さ50センチ以上の牙を露出させる。これは争いの際には致命的な武器となる。カバの大きな外見に騙されないでください。彼らは陸上で時速30キロで走ることができ、成人の人間と十分に追いつくことができます。水中では、水かきのある足のおかげで強い水流でも楽々と滑走できるため、その敏捷性はさらに驚くべきものになります。静かな川の真ん中で、カバの群れが水の中でくつろいでいます。しかし、濁った水の下では、巨大な影が静かに近づいてきていた。それは体長5メートルを超えるナイルワニで、群れからはぐれた若いカバを襲う機会を待っていた。赤ちゃんカバは、
捕食者が真下にいることに全く気づかず、岸近くまで歩いていった。突然、ワニが水から飛び出し、子カバの後ろ足をつかみました。悲惨な叫び声が静かな空間を切り裂いて響き渡った。すぐに、母カバはワニに向かって突進し、口を大きく開けて正面から捕食動物を攻撃しました。ワニは獲物を捕まえようと必死に抵抗したが、母カバの激しい防御に耐えられなかった。カバの群れ全体が加わり、ワニを取り囲んで力強い尻で攻撃しました。結局、ワニは逃げるために獲物を離し、川の奥深くに潜らざるを得ませんでした。子牛は群れに戻されるが、この対決は、野生ではカバのような巨獣であっても安全が保証されることはないということを思い起こさせるものとなった。川は戦いの場であるだけでなく、カバにとって新たな生命のゆりかごでもあります。メスのカバは妊娠期間が約8ヶ月で、通常は静かで浅い水域を選んで出産します。時期が近づくと、子ライオンがワニやライオンなどの捕食動物の標的にならないよう、群れから離れ、安全な場所を探します。カバの赤ちゃんは水中で生まれ、すぐに水面に浮上して初めて空気を吸います。数時間で子ガメは泳ぎ、母親にしがみつくことができるようになります。母カバは赤ちゃんを常に身近に置き、この幼い命を守るためにどんな危険にも立ち向かう準備ができています。生後1年の間に子供は餌を探し、水流を進み、危険を察知することを学びます。これらの教訓は、彼らが生き残るのに役立つだけでなく、将来川の支配者になるための基盤を築くことにもなります。カバは巨大な牙を持っているにもかかわらず、温和な草食動物です。夜になると、カバは水から出て、川の近くの草原を横切って餌を食べます。彼らは強力な唇を使って多肉質の塊を引き抜き、1日に最大 40kg の草を消費します。カバの糞は川に栄養を与え、魚や動物プランクトンを育てる重要な役割を果たしています。このように、カバは意図せずとも淡水生態系のバランスを維持しているのです。
カバは縄張り内では外部の捕食者に直面するだけでなく、自分の地位を守るために同種の動物とも戦わなければなりません。若いオスがリーダーに挑戦すると、激しい戦いが勃発します。巨大な牙による強力な突きと致命的な噛みつきで、川全体が震えた。敗者はしばしば重い傷を負って去らなければなりません。しかし、勝利したオスにとっては、群れの支配権と種族を存続させるための交尾の機会という報酬は価値がある。カバは強さ、回復力、団結の象徴です。彼らは川の支配者であるだけでなく、野生の自然の調和と活力の象徴でもあります。カバとその生息地を保護し、これらの巨大な生き物が色鮮やかな自然界の不可欠な一部であり続けるようにしましょう。太陽が全てを輝く金色に覆っているかのような広大なマサイマラサバンナに、他のどんな生き物とも異なる動物のシルエットが現れます。キリンは、その驚くべき高さと優雅な外見から、サバンナの代表的なシンボルです。しかし、すべてが見た目ほど優雅なわけではありません。キリンの生涯は静かではあるが、それと同じくらい激しい戦いの連続である。広大な草原の中で、彼らの生存は驚くべき適応力と進化的特徴にかかっています。これは単なる動物の物語ではなく、自然の象徴の旅の物語でもあります。キリンは地球上で最も背の高い動物であるだけでなく、進化の傑作でもあります。彼らの体のあらゆる特徴は、ステップの過酷な生活に適応するように設計されています。キリンは体高が最大6メートルあり、他の動物とは異なり、最も高い木の葉にまで到達することができます。2メートルを超える長い首は扱いにくいものの、背の高いアカシアの木から得られる豊富な食料源を利用する上で重要な生存ツールとなっている。キリンの体は長い足から首まで強さと柔軟性が完璧に融合しており、マサイマラの険しい地形でも楽々と移動することができます。キリンの心臓の重さは最大 12kg あり、非常に高い血圧を生み出して頭頂部に血液を送り出します。これにより、彼らは陸上で最も強力な循環器系を持つ動物になります。しかし、高血圧のため、頭を下げて水を飲むことも困難です。
これを克服するために、キリンは首の動脈に圧力を制御して失神を防ぐ特別な弁システムを持っています。キリンの毛皮は美しいだけでなく、効果的なカモフラージュの道具でもあります。淡い黄色の背景に茶色の斑点があり、草原の光と影に溶け込みます。マサイマラのサバンナでは、キリンの生活は絶え間ない挑戦の連続です。生き残るためには、食べ物を見つけるだけでなく、あらゆる方向に潜む危険にも立ち向かわなければなりません。アカシアの木はキリンの主な食料源です。栄養価が高いため、高い樹幹の若い葉が主なターゲットとなります。キリンの約50センチの下には厚い膜があり、鋭いトゲで傷つくことなく簡単に葉を丸めることができる。キリンは巨大な体格にもかかわらず、ライオンのような捕食動物から完全に安全というわけではありません。特に若い動物は捕食動物の標的になることが多いです。危険に直面すると、キリンは長い足と鋭いひづめを使って身を守ります。後ろ足で蹴られると、大人のライオンの骨が折れたり、死んでしまうこともあります。マサイマラの草原の厳しい日差しの下、小さな川が貴重な生命の源のように草原の中を蛇行して流れています。キリンにとって、この場所は水源であるだけでなく、生死を分ける戦場でもあるのです。水を飲むために頭を下げるたびに、命を懸けることになります。ある早朝、キリンの群れが水を求めて川に向かっていました。平和な雰囲気は、ツライオンの群れの出現によって破られた。ライオンたちは、捕食動物の最高峰としての忍耐力で、すぐにキリンの群れを取り囲みました。彼らは群れからはぐれた鹿を標的にした。ライオンの群れが突進してきたとき、キリンは危険を察知してすぐに逃げました。キリンは長い足と鋭い爪でライオンの群れを蹴り続けました。ライオンたちは追いかけ続けました。突然、2頭のライオンが飛び上がってキリンの後ろ足を噛み、キリンは膝をついて倒れました。そのチャンスを捉えて、もう1頭のライオンが飛び上がり、
キリンの首を致命的に噛み、キリンは倒れてしまいました。ライオンたちは激しい戦いの末、ついに戦利品を手に入れた。彼らは獲物を引き裂き始め、完璧な待ち伏せの戦利品をそれぞれ分け合った。野生では慈悲の余地はない。ある種の命はしばしば他の種の死と交換されます。そして今日、ライオンたちはこの無慈悲な戦いに勝利した。キリンは孤独に生きる動物であるだけでなく、マサイマラの生態系において重要な役割を果たしています。メスのキリンは出産するまでに15ヶ月間妊娠します。出産の際、赤ちゃんは2メートル以上の高さから地面に落ちます。この落下は赤ちゃんを傷つけるものではなく、生存本能を刺激する自然の摂理です。子供はほんの数時間後には立ち上がって走れるようになるが、それでも捕食動物にとっては格好の標的である。キリンは背の高い葉を食べることで木々がより健全に成長し、他の植物のためのスペースと光を作り出すのを助けます。彼らの糞は土壌を改善し、植物の成長を促進し、食物連鎖を維持するのに役立ちます。キリン一頭一頭がマサイマラの生態系の繊細なバランスに貢献し、この土地が他の何千もの種の生息地であり続けることを保証しています。キリンは優雅さと回復力の象徴であり、自然の力の証です。しかし、急速に変化する世界では、彼らの存在そのものが脅威にさらされています。自然の美しさと力強さを思い出させるものとして、マサイマラのスカイラインを美しく彩り続けるために、これらの優美な姿を保護するために協力しましょう。